今日は語源についてお話をしたいと思います。語源というのは、ある言葉が一体何に由来しているのかということです。例えば日本語でも歌舞伎言葉に由来するものがたくさんあります。例えばかっこいい人を形容する言葉で2枚目というのがありますね。これは芝居小屋の看板の順番を示しています。芝居小屋がありまして、1番目はメインの役者さんが飾られてあって、2枚目にかっこいい役者さんで、3枚目にちょっとおちゃらけた面白い役者さんの看板が飾られていることが多かったんですね。なのでそこから由来して、かっこいい男性のことを2枚目と呼んだりするようになりました。その他にも黒幕という言葉があります。舞台をしている後ろに黒い幕が張ってありますね。この幕を由来とした言葉で、表には出てこず影で舞台を操る人、ここから転じて裏で人を操る人のことを黒幕というふうに呼ぶようになりました。それで語源を勉強するっていうのが、教養を増やすことにもつながるんですが、クイズですごく活躍するわけです。クイズ漫画の703罰でも取り上げられていますが、こういう問題があります。フランス語で稲妻という言葉を意味するお菓子は何でしょう？正解はエクレアです。語源を知っていると、問題文を最後まで聞かなくても、フランス語で稲妻という段階でボタンを押してエクレアというふうに答えることができるわけです。これは百人一首にも似ていますね。百人一首っていうのは、上の句を読んでる間に下の句を取るというゲームなんですが、上の句の初めの文字、一文字目が呼ばれた状態で取る札がわかるものがたくさんあります。一字決まりといって、娘ふさほせとして覚えます。この文字を読み手の方が初めに言ったとき、取る方はすでに札が確定しているわけです。なので上の句をすべて聞かずとも、取り手は札を選ぶことができます。例えば娘ふさほせのせの句を紹介してみましょう。瀬を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。これは百人一首の77番目の作品ですね。初めのせの文字を聞いた段階ですでに取り手は札を選ぶことができるわけです。ちなみにこれは誰の作品かわかりますか？答えはストクイーンです。僕がイケメン源氏伝というアプリで声優をやっておりますストクイーンさんの作品です。よろしくお願いします。では早速本題に戻りまして、今日は英語の語源についてお勉強したいと思います。クイズ形式で6問やりたいと思っております。それでは行ってみましょう。第1問、怠け者。英語で怠け者という意味があるものは何でしょう？問題文を最後まで読んでみましょう。英語で怠け者という意味がある、簡単に履くことができるスリッポン型の靴は何でしょう？はい、答えはローファーです。できましたか？英語で、LOAF、ローフという言葉がありまして、これはダラダラするという動詞なんですね。これに ER がついている状態でローファーという単語があります。これは怠けている人、怠ける人という意味がありまして、靴を履くのに靴紐も使わずに怠けた人でもすぐに履けるという意味からローファーと呼ばれております。なので今度からはローファーを履くときに、これが怠け者の靴かって思って履いてみてください。では第2問、英語では運ぶ。さあ何でしょう？では問題文読んでみます。英語では運ぶという意味がある氷を運ぶために作られたバッグは何でしょう？正解はトートバッグでした。このトートバッグのトートっていう言葉ですね。TOTE って書きますけれど、これが英語のスラングで運ぶという言葉ですね。僕が持っているトートバッグはこれです。オーロラちゃんのトートバッグです。本とかを入れて運んでますが、もともとは氷を入れて運ぶためのバッグだったっていうことですね。冷蔵庫とかを冷やすのに氷を使っていた時代に使われていました。ちなみにですね、氷を運ぶという言葉から由来してできたものがトートバッグでしたが、水を運ぶという言葉から由来してできたものもあります。何だかわかりますか？正解は
戦車です。戦車はイギリスで初めて作られたんですが、その時はウォーターキャリアっていう風に水を運ぶ車と呼ばれていました。そこからですね、水槽を意味するタンクと呼ばれるようになりました。第3問です。乗り合い自動車。さあ、英語では乗り合い自動車という意味がある何でしょう。では最後まで読んでみます。英語では乗り合い自動車という意味がある独立したものを一つにまとめたものを何というでしょう。正解はオムニバスでした。乗り合い自動車っていうのは僕たちが使っている公共施設のバスですね。バス停に止まるバスです。バスは本当はオムニバスというふうに呼んでいます。それが短縮されて僕たちはバスというふうに呼んでおりますね。独立したものが一つに集まっているものをオムニバスと言います。オムニバスの CD とか映画とかたくさんありますね。では第4問です。子犬がキャンキャン吠える。英語では子犬がキャンキャン吠えるという意味がある心的要因で動作ができなくなることの状態を何というでしょう。正解はイップスです。心的要因で動作ができなくなることをイップスというふうに言いますね。そんなに聞き慣れてはいないですが、第7版からの広辞苑には掲載されるようになっております。これはですね、プロゴルファーのトミー・アーマーさんという方がいまして、彼はこの症状がありまして、その結果ゴルフから引退することになったそうです。引退後ですね、彼が出版した本の中でこういうふうに表現されていました。あとゴルフ用語で英語由来の言葉もたくさんありまして、例えば英語でエクボを意味するもの、なんだかわかりますか？エクボというとへこんでいる感じですよね。正解はゴルフボールのくぼみ、ディンプルのことです。英語でエクボをディンプルというふうに言います。ディンプルがあるおかげでボールはより遠くへ飛ぶことができるみたいです。はい、第5問。場違いな人工物。英語では場違いな人工物という意味がある、その時代にはあるはずがない高度な技術で作られた異物は何でしょうか。答えはオーパーツです。オーパーツって皆さんご存知ですかね。有名なところで言うとナスカの地上絵だったり、イースター島のモアイ像だったり、あとパールバックの巨石とかネブラディスクとかたくさんありますね。昔に作られたものなんですが、その時代では考えられないような高度な技術を持って作られたものです。失われた技術とか文明とかすごくロマンがありますよね。こういうものをオーパーツと言います。この言葉は英語のアウトオブプレイスアーティファクツから来ております。では最後の問題です。英語で親指の爪。英語では親指の爪という意味がある、わかりやすいように縮小した見本のことを何と言うでしょうか。正解はサムネイルでした。この動画を皆さんが押したのは多分サムネイルですよね。動画全体を載せるんじゃなくて、こういう動画だよって分かりやすいように小さく示した見本のことをサムネイルというふうに言います。親指のことをサムと言いますね。サムアップですね。これはサムのネイルは爪、だから親指の爪ということでした。はい、今日は語源の知識豆として第1弾手始めに英語をやってみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。この調子でどんどん他の国の言葉も紹介していけたらいいなと思っております。これをやっていくとですね、どんどん問題の先読みができるようになってきますね。なので例えば問題、チェコ語での段階でボタンを押しましてロボットと答えることができます。チェコ語で労働を意味する言葉がロボットなんですが、チェコ語由来の言葉がそんなにないんですね。なのでクイズ番組とかでチェコ語でという振りの段階でボタンを押しまして、きっと労働を意味する言葉は何かって聞かれてロボットと答えればいいんだなと推理をしてロボットと答えます。他にもデンマークの哲学者での段階でボタンを押しまして、きっと死に至る病という本を書いたキルケゴールのことを聞いているんだなと推理をしてキルケゴールと答えることができます。そうなってくるともう見せ場がすごくあってかっこいいですよね。
そうなるように一緒に頑張っていきましょう。それでは今回はここまでです。次回もお楽しみに。